はいどうも、ゆちチャンネルです。ようやく来ましたね。トヨタの不正認証騒ぎでことごとく後ろ倒しとなっていたレクサス RX の年次改良内容がネット情報で上がってきました。レクサス好きの方ならもしかしたらすでに改良内容についていろいろとご存知かもしれないですが、私も今回の RX 年次改良に関しては個人的に結構注目してましたので、せっかくならこの波に乗っかろうということで緊急で動画にしようと思いました。ですので今回は基本的に聞き流し系のラジオ動画となってます。なぜ今回の RX 年次改良が気になっていたかというと、実は改良内容次第では RX に乗り換えしてもいいかなと、若干検討していたっていうのと、今回の改良内容次第では次回の NX 年次改良でどんな改良が行われるのか、なんとなく予想できてしまうなと感じてまして、おかわり NX をするのか、それとも RX に乗り換えるのか、どっちにしようかなと真剣に考えてたからなんです。ってことで、ネット上で話題となっている RX 年次改良情報ですが、私もその情報を見聞きしてからすぐに販売店に連絡して確認を取ってみました。ですので、今からお伝えする情報は販売店で周知されていることですので、しっかりとした確定情報となっています。一部不確定な情報などもありますが、大部分は間違いない内容だと思いますので、すでにご存知の方も確認の意味で最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速ですが、 RX 年次改良内容を大きく分けて5つご紹介します。まず1つ目ですが、これはもうね、皆さん予想できてたと思います。そう、12.3 インチフル液晶メーターがようやく RX でも採用となりました。ほんとね、ようやくですよね。メーターデザインは現在レクサスで導入されている LBX や UX のようなメーターデザインになると思われます。やはりここはね、鉄板だと思ってました。ようやくこれで他メーカーと同じスタートラインに立ったなと、そういった感じですね。ここで RX にフル液晶メーターがついたということは、来年の NX 年次改良でも実装される可能性がより一層高くなったのかなと思いますね。続いて2つ目の改良ですが、350F スポーツガソリンターボモデルにこれまではメーカーオプション設定となっていたアドバンストパークが標準装備となります。要はリモート駐車機能が標準装備になったということですね。私的にリモート駐車機能自体は全く使ってませんので、そこまでね、気にならない改良ではあるんですけど、リモート駐車機能が標準装備となることによって、必然的に周囲静止物センサーが車両側面にもつくことになりますので、よりね、巻き込み事故やガリ傷防止に貢献してくれるとは思います。あったらあったで安心な機能ではありますね。ただ、アドバンストパークが標準装備になることによって、その分、車両本体価格が値上がりすると思われます。少なくともオプション代の4万4000円以上は値上がるかなと思います。続いて3つ目の改良ですが、これはね、嬉しい改良が来ました。350H と 450H プラス、ハイブリッドモデルとプラグインハイブリッドモデルに待望の DRS が装備されることとなりました。これによって最小回転半径が 5.9 メートルから 5.5 メートルとかなり車両の取り回しが良くなります。ただ残念なのが350のガソリンターボモデルへの DRS 追加は今回見送られることになりました。もう私的にはね、もうくそなんでだよ、どうしてだよってね、もう開示張りに悔しい気持ちでいっぱいです。ハイブリッドモデルに採用するなら、もうこの際ね、ガソリンモデルにも追加設定してくれればいいのにってね、勝手に思ってます。少なくともね、350の AWD 車には追加設定してくれてもいいのになーって感じました。皆さんはこの DRS 装備、ハイブリッドモデルとプラグインハイブリッドモデル、この2つのモデルへの追加設定、
これに関してどう思われますかね？よかったらコメントで教えてください。続いて4つ目の改良点ですが、F スポーツモデルにソリスホワイト内装が追加となります。ようやくね、選べる内装カラーが増えましたね。今まではブラックとダークローズの2色しかありませんでしたので、NX と比較するとかなりね、少ないなと感じてました。私は白系内装にそこまでね、魅力を感じないタイプではあるんですけど、白内装好きの方には今までバージョン L でしか選べなかった内装カラーを F スポーツモデルであっても選べるようになりますので、ユーザーの選択の幅はね、確実に増えるのかなと思います。そして最後、5つ目の改良ですが、もうこちらもね、予想できてた方は多いかと思います。アンビエントライトの光量アップです。ここに関しては、今年のね、NX 年次改良でも変更された改良点ですので、そこまで私自身驚きはなかったですね。個人的には、デサーネといった感じです。なんですが、光量アップ自体は普通にね、嬉しいですし、RX のアンビエントライトはフロント席をぐるっと一周囲むように光る仕様ですので、それがね、光量アップによってより華やかになるんだろうなと思います。ということで、大きな変更及び追加設定となった内容は以上5つとなっております。残念ながらですね、私が最も期待していたハイブリッドモデルに F スポーツモデルの追加設定は今回見送りとなってしまいました。これはね、ほんとマジで残念ですね。北米モデルの RX では 350H の F スポーツモデル追加が決定してたがゆえになぜ今回日本で導入してこないんだよと思ってしまいます。いや、てかね、普通に設定した方が絶対売れるモデルだと思うんですけどね。皆さん F スポーツモデル好きですよね。ハイブリッドモデルに F スポーツモデルの追加を待ってらっしゃる方っていうのは私だけではないと思うんですよね。皆さんね、絶対期待してたと思うんですよ。これは再来年2026年の年次改良まで、持ち越しということですかね。逆にそこで追加モデルを設定することで RX の販売促進の起爆剤とする可能性は大いにあるのかなと思います。これ以外にも従来通り車両の走行性能や静粛性の向上が行われます。具体的には車両制御システムの見直しによってよりレスポンスのいい上質な走りへ改善。遮音材、吸音材を各所に追加することでより静粛性を向上するといった内容です。ネット上ではリアガラスにも遮音ガラスを採用すると言われています。これが実現したらね、相当静粛性高くなると思いますよ。正式なレクサスからの発表は来年2月の下旬頃になるそうです。その時にまた新しいカタログが出来上がるそうですので、販売店に届き次第私もね、じっくり読み込みたいかなと思います。にしても、今回の RX 年次改良は、そこまでね、サプライズ的な改良はなかったんじゃないかなと、私自身感じてます。大方、世間の予想通りの内容となってまして、個人的にずっと期待しているレクサスならではの特別な装備ですとか、システムの追加などはありませんでした。基本的には、すべてトヨタの新型車両に装備されている機能を RX に持ってきたといった感じを受けます。その観点から言えばですね、少しね、期待外れだったかなといった印象ですね。ですので、正直個人的に今回の改良内容では NX から RX に乗り換えるほどの改良ではなかったのかなといった感じです。私的に 350H に F スポーツモデルが追加設定された上で DRS が標準装備されて、それによって赤内装が選べるようになっていたら、もしかしたら乗り換えてたかもしれないです。それがね、実現しなかったっていうことで、もう1年ね、次の NX 年次改良内容を待って、再度乗り換え検討してもいいんじゃないかなと、個人的に思っています。皆さんは今回の RX 年次改良内容をご覧になってどう思われましたか？期待外れだったとか、これならね、妥当な範囲だと思うとか、
これなら買いたくなったとかですね、何でもいいので、ぜひコメントで教えてください。ちなみに車両価格の値上がりはグレードによって2万円から15万円ほどの値上がり幅となっているみたいですよ。DRS やアドバンストパーク、アンビエントライトの光量アップ、車両性能向上に対しての価格転嫁として見れば、かなりね、良心的な価格アップじゃないかなと感じてます。そこまでね、大幅な値上がり幅じゃないですので、ちょっとね、安心しました。オプションに関しても一部追加オプションが設定されているみたいです。ちょっとね、そちらも楽しみですね。RX はリセールも安定して高いですので、3年乗って売却したとしてもしっかり値残りする車ですので、そこもね、また一つ魅力的なんですよね。おかわり RX しやすい。本体価格は高額なんだけど、意外と短期乗り換えしやすい車両ではないのかなと感じてます。最後までご視聴いただきありがとうございます。当チャンネルはこんな感じでレクサス関連のあれこれを自由気ままに毎週配信しております。ぜひチャンネル登録といいねで今後も応援よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。